さんおはようございます。ただいまですね、時刻が7時の5分前です。これからですね、高山の朝市に行きたいなというふうに思ってまして、僕今まで輪島とか、佐賀の呼子とか行ったことあるんですけど、向こうは海の朝市なんで、ちょっとですね、またこの内陸部の高山の朝市とちょっと違うかもしれないんで、それも楽しみにして見に行きたいと思います。それじゃあ行ってきます。めちゃめちゃあいにくの天気。手端にする？はい。どれがいいな？だいたい4。草とたまりと豆と白4種類入ってる。はい。豆とたまりは味がついとるで、草と白だけなんかちょっと醤油か味噌かつけてください。はい、ありがとう。おばちゃんの口車にうまいことを合わせられてお餅買っちゃった。買い物とかそういう目的でない人たちにはこの時間帯に来た方が一番いいかもね。あれだね、朝ごはんで日々これ口実というものかな、わかんないんだけど、朝ごはん食べてきて今ちょっと川沿いで少しバグパイプが開くまでちょっと時間あるので少しゆっくり休憩してます。正直おにぎりはあんま美味しくなかったです。大粒のお米とか今金沢に石川に百万石っていう米があるんですけど、それは食べ慣れてるからちょっと慣れてないだけかもしれないんですけど、あんま微妙でしたね。でも肉水がすごい美味しかったのでおすすめちゃおすすめです。ちょうど朝市巡った後に朝ごはんがてら食べるのがいいかもしれないですね。でもちょっとゆっくりしてバグパイプの方に行ってきたいと思います。朝と違って打って変わって急に晴れ出している。天気予報だと曇りだったんだけどね、はい、今バグパイプ行ってきて、念願のバグパイプパイナップルサンドっていう名前でアニメやってるんだけど、窓際のね席取りたかったんだけど早く行ったんだよ。早く行って違うところで待ってたら違う人が先に待っちゃって、その人が俺人が座ってた席に座ってしまいました。結構争奪戦でしたね。多分来てる人が結構みんなそこを求めて来てる人がいたっぽくて残念でした。結構10年ぐらい経ってるアニメだけど未だに色あせないアニメなんで、ぜひ今見ても多分面白いと思います。小説が現代なんでなかなか脚本としても面白いと思いますので、ぜひ興味あったら見てみてください。評価です。いくつかまたこの市内に聖地はあるんですけど、今日はここだけにしてっていう感じなんですけど、この後ですねちょっと一旦ホテルに戻って一度休憩して、で電車で少し乗ったところに飛騨古川っていう蔵の町があるんですけど、その蔵の町行ってちょっと今日終わっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。川に到着したんですけど、痛恨のミス。
めちゃめちゃ慌てて切符買ったから間違えて普通席を指定席を買ってしまった。ほんで無駄に500円ぐらい、いや800円ぐらいか高く買ってしまって、ただの10分ぐらいの乗車で、しかも結局立ちっぱなしだったから、なんかもったいないことしちゃった。じゃあちょっとこっちだ。ちょっと君の名はのちょっと映画の4シーンが映ってたところがあるので、そこにちょっと行ってから蔵の町の方に行ってきたいと思います。スタンプがある。すごい。集めようかな。嘘やん、スタンプ台中にあるんじゃん。赤いのもらっても大丈夫ですか？一本でよろしいですか？はい、大丈夫です。わかりました。はい。とっても綺麗に燃えますのでね、ぜひ横にして必ずね、この説明書の中に入ってるんでね、必ず読んで横にして火をつけるようにしてください。で、火をつけたら立てる。燃えてきます。で、テーブルの上でもね、同じです。火をつけて、そして立てて、そして燃えてきます。だから今日はこれくらいで火を消そうと思ったら途中で消せますので、1本をね、少しずつ使えますのでね、ぜひ使ってください。一杯飲みながら、食事をしながら、パーティーを、キャンドルサービスを、精神統一、瞑想にふけることができますので、ぜひ使ってください。はい。煙って結構出ます？すすは出ます。このろうそくも出ます。どっちも出ます。だけどもこのろうそくのすすはこれはパラフィン、石油から取ったろうなので、すすが強いです。だから仏壇真っ黒になります。ところが和ろうそくのすすは少ないんです。どうして和ろうそくの炎はすすが少ないというと、和ろうそくのろうはハゼの木の実から取るんです。なので植物のろうなので、ハゼの木の実から取ったろうなので、このろうがこのろうと違うんです。だからこれはすすが多いけども、これはすすが少ないんです。だから和ろうそくは本当に仏壇の金箔が汚れにくい。そしてこれは型にはめてある、だらだらとね型にはめたものろうが流れていきますけども、これは手で作ってある1ミリほどずつをバームクーヘンみたいに重ねてある。なのでこのろうそくに火をつけますと、横に一滴もろうが流れずに全部燃えます。それからお墓参り行く時はこの白いろうそくを持っていくんですね。お墓参りは白です。なのでこのろうそくをお墓参り持っていくとすぐ風に消えます。これはお墓参り持ってた時に、これは糸の芯じゃないから風に強いです。とっても、風に強いからお墓参りで燃えてます。それからこのろうそくの炎はとっても綺麗な炎が出ます。そこにちょうどね、あそこに大きなろうそくの写真があります。和ろうそくの炎は風が何にもない仏壇の中、部屋の中で上下に炎がね、写真です。ちょうど焚き火が燃えてるような炎が出るんです。そしてピタッと止まった時がこの姿です。なので和ろうそくは西洋ろうそくの糸の芯が燃える炎と全く違う炎が出てきまして、和ろうそくは風がない仏壇の中、部屋の中で揺れたり止まったり揺れたり止まったりしますので、精神統一ができます。瞑想にふけることができる。お風呂場に持っていける。一杯飲みながら食事をしながら使えるっていうのは、炎がものすごく綺麗なんです。これが手作りの和ろうそく。今度燃やす時にね、ちょっとそれを確かめながら燃やしてください。ものすごく綺麗ですよ。はい、和ろうそくの炎は。だから和ろうそくをちょっと使ってみられるとね、もう虜になってしまいます。もはやこれでもう西洋ろうそくは使えなくなってしまうんですね、このろうそくはね。やっぱ和ろうそくを使い始めるとね、西洋ろうそくは使いません。それほど素晴らしいろうそくが和ろうそくって言うんです。日本の国のろうそくってものすごい世界一です。ものすごく綺麗。私で7代、息子で8代、今で230年
作ってます。ありがとうございます。はい、ちょっと使ってみてください。で、とってもいいですよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。また来てください。で、これ中に入ってるでね。はい。必ず横にして、マロスが必ず横にしてください。はい。横にしてから立てるということです。はい。ありがとうございます。とってもいいですよ。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっともう暑いし疲れたからカフェに行ってきます。はい。チリコンカンライスを一つと、はい。はい。黒文字コーヒー。黒文字コーヒー。はい。アイスで。アイスです。はい、かしこまりました。Maybe I never knew what I really want. というわけでですね、高山はこれ以上となります。この後ですね、バス乗って帰るだけです。また次の動画までにバイバーイ。